そうですね。でも、絶対できると思いますね。このまま、あはい、いけば。全然問題ないですね。もうそこは確信してます。謎な確信を。それが、その先生がコロナ騒動で出てこないんですよ、家から。あコロナになっちゃうから、俺もう医者行かないとか言ってるんですよ。それで、その先生のその弟子みたいのが見てくれてるんですけど、まあ、あんま当てにならないんですけど、はい、そのまあでも、はい、回復はいいね、いい感じでできてるねって言われました。はい、病院の方も結構その医療崩壊じゃないですけど、大変な状態になってないですか？ああ、でも自分そのなんだろうな、普通の病院とかには行ってないのでわかんないですけど、まあニュース見てる感じだと、なんかフロリダはまだ平均みたいな感じなんですよ。はい。ニューヨークとかもやばいですよ。ね、フロリダはまだ平気って言ってましたね。マイク・ブラウンの彼女があれなんですよ、ナースなんですよ。で、まだ人全然来てないって言ってました。わかんないです。この2週間ぐらいでわー来てるかもしれないし、その前に聞いた話では、まあ、全然まだ平気だね。リハビリしてるとこは大丈夫ですね。なんだかんだ風邪とかで来てるとこじゃないんで、みんなその足怪我したりとかリハビリで来てるだけなので、まあ、そこはまあ大丈夫ですね。それでそこも今日から、まあ、今日行ってきたんですけど、マスクして、だからマスクしながらリハビリするってめっちゃきついんですよ。マジなんだよこれと思って走ったりとか、しかも自分だけもうなんだろう、リハビリのメニューが普通のトレーニングなんです。だから今日なんてタオル巻いてそのまま走ったりとかずっとさせられて、めっちゃ息切れしました。やっぱありますね。全然動けてなかったので、まあでもすぐ戻るなっていう感覚はありますね。あります。いやまあそこは別にないですね。別に、まあ、すごいライジンとかアベラトールとかすごい飛ばして試合やってたんで、まあいい休みかなとは思ってます。なんか結構プラスに自分を受け止めるんで、別になんだろう、マイナスにとか早く動きたいなとは思いますけど、あんまそんなマイナスには考えてないです。いや、アホな考え方から来てます。やっぱアホなんだ。まあまあそうですね。はい。別にそのなんだろう。まあ、やっぱりどこかではやっぱ出たい、試合出たいっていうのはありますけど、やっぱもうしょうがないじゃないですか。そこで焦ったって何にもなんないし、またバカ見るだけだし。だったら別にしっかり割り切って何でもやった方がいいなと思ってたんで、もともとの考え方ですね。そうですね。まあこれまでそんなにやっぱ休みもなく、ずっと練習と試合の繰り返しだったので、まあいい息抜きかなと思って。で、こっちでグリーンカードとか取って、家買おうと今してるんですよ。で、だからそういう時間に当てようかなと思ってますね。はい。そうですね。まあそうしたいな。今すごい動いてますね。で、不動産の人とかと今話してて、で今週多分見に行きますね。はい。まあそうですね。今後も頑張っていこうもそうだし、別にこの怪我でやめる気もないし、ここからもっとなんだろう、日本の格闘技多分自分が勝てばまた盛り上がると思うし、まあモチベーションしかないですよね。自分の家買って、で犬飼ってみたいな。はいはいはい。それで佐野さんがその YouTube 係が来て撮影して。そうすればホテルももう家泊まれるじゃないですか。はいはい、だからそれもいい。そう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 。
ました、まあそうですね。そうです。ちゃんと栄養の勉強もして、なんだろう、ちゃんとバランスよく食べる。まあ基本的なことですけど。で、貧血になったら何がいいとか、水分不足だと何がいいとか、肌荒れてきたら何がいいとか、すごい相談したりしてる栄養士の方とかいます。まあでも休みになっていいんじゃないかと思ってるんですけど、今はもうだんだん動けてきてるんで、まあだんだん再開だなとは思っています。まあここからスタートかな。まあでも飛ばしすぎない。怪我したのにずっとこの寮にいた時が一番大変でした。動けねえし、何もできないし、みたいな。俺何のためにここにいんだよ。で、日本に帰るに遠すぎてどうしようもねえやみたいな。いやまあもうやっぱ痛みがすごいんで、痛み止め飲むとこっちの薬すっげえ強くて、本当にもうそれ飲んだ瞬間もう眠くなっちゃってほぼ寝てましたね。飯食って寝て飯食って寝てみたいな感じでしたね。そうですね、もうほぼ寝たきりみたいな感じでした。そうです、マシっていうかもう天国です。本当に。自分動けないとマジですごいストレスたまるんで。まあそうですね。で、今日も走ったり、トレッドミルなんですけど、走ったりしてて、もうやっぱ走るのって気持ちいいなと思って。まだ今10分しか走っちゃダメなんですよ。だから、まあ、10分で決めてますけど、もうちょっと長い距離走りたいなと思いました。やっぱ全然違いますね。なんか体を動かすとその余計なこと考えなくて済むんで、やっぱ体を動かしていくといいなと思いました。おすすめの運動、まあ、これ YouTube にした方がいいんじゃないですか。やってですね。ぜひぜひ。ちょっとそれ一回いいんじゃない動画で見した方が多分あれですよね、分かりやすいっていうか、多分有酸素運動ができないからもうひたすらジャンプバービーでいいんじゃないですか。これを100回やってください毎日。やっぱちょっとそういう回も作んないと、今 YouTube やんないで多分 YouTube 自分のも伸びないんで、しかも全然更新してないですから、ちょっと更新しないとなっていう。やっぱり人間動かないと余計なことばっか考えちゃうんで、やっぱり動いてなんだ、まあ、疲れさせるじゃないですけどした方がやっぱ睡眠も何でもうまくいきますよ。飯もうまくなるし、睡眠もしっかり取れるし、しっかり運動はした方がいいですよ。地獄マジで地獄。いやでも本当にそこもバカになってましたけどね。バカだから普通になんかいいやもう寝てりゃみたいな感じでしたね。ここぞとばっかり。めちゃくちゃいますね。だって言ってみればこのアマクレガーでもそうじゃないですか。このアマクレガーも多分そうだし、結構いますよ。UFC ファイターも結構いますね。やってる選手。いや別にそんな、なんだろうな、選手生命終わるみたいな、なんか昔はそう言われてたじゃないですか。今そんな怪我じゃないよって感じですね。なんか日本ではそう言われてますけど、みんなもそう言ってますけど、いやいや、見とけよみたいな感じですね。そうですね。だからなんかまあそういうのも自分が勝ってなんか違う見せ方もできるかなっていうのもやっぱ自分の楽しみです。なんかちょっと運命を感じますよね、キトさんと。なんか
ね。まあそうですね。まあだからそういう話も聞いて、しっかりリハビリしてって感じですね。怪我の話はそんなにしたことないですね。やっぱりその技術面だったりとかの方が多かったですね。やっぱ自分がその時は怪我じゃなくて、普通に練習ばっかやってたので、いやまあそういう面ですごい言われてました。ここはこうした方がいい、ああした方がいい。そうですね。やっぱりもう、なんだろう、なんだっけな。怪我してまだバンバン腫れてるのに、なんかできるだけ曲げろみたいな。全然腫れてるんですよ。腫れてるのに無理やりキューッてやっても痛えし、もう血ちょっと出てくるし。そんな感じでした。無理やり動かせみたいな。で、その自分はその傷口がちょっと塞がるのが遅かったので、じゃあちょっとその傷口塞がるまでその曲げ伸ばしとかはやめとこうって言われたんですけど、自分はまあなんか動かなくなっちゃうんじゃないかなと思って動かしてたんですよ。そしたらすごい怒られて、全然傷も塞がんないし、それで傷パワーフラットあったんですよ。そしたらちょっとばい菌入って、もうその医者で大問題になって、その医者でその先生が担当したその患者たちの中で10年間そのばい菌とか入った人はいなかったって言われて、なんでばい菌入ったんだみたいな感じで言われて、さすがに傷パワーパッド貼ったって言えなくてだからいやわかんねえって言っときましたさすがに言えなかったです。傷パワーパッドを貼ったところまではすごい後退しましたけど、でそこからまあ戻りましたね。そこからの巻き返しは早かったですね。いや、言われたのはちょっと伸ばそうって言われましたね。やっぱりそのコンタクトスポーツだから8ヶ月見ようって言われました。それで8ヶ月目からその普通のトレーニングを再開できるように、今からどんどんこのリハビリとか感覚とかを掴んでいこうっていう感じで言われました。はい。まあそうですね。まあその心肺機能とかもやっぱりもう走ることができればまあ問題ないかなってこともある。まあそれもありますし、あとは自分の感覚ですね。自分の感覚で、すげえ良くなってるなっていう感覚があるんで、本当に日に日にすごいなんだろうな。そのジャンプ縄跳び上げた動画あったじゃないですか。あの時は片足でこう飛ぶのがすごい膝が痛かったんですよ。でも今日は飛んだら全然痛くないんですよ。だからまあすごい日に日に良くなってるな。自分で手応えを感じてますよ。治ってきてるっていう。はい。そうです。それでバカだから動きすぎちゃうので、ちゃんと時間を決めて、医者に決めてもらった時間をちゃんとこなすっていう。そうなんですよ。その医者の人が言うには、本当はもうちょっとゆっくり走ってくれって言われてるんですよ。でも、そのなんだろう、まあ、提携してるところなんですけど、提携してるそのリハビリのところは、いや、もうちょっと早めに走らないと感覚が取り戻せないみたいな感じで言われて、まあでもまあ走ってても痛くないし、まあそこは平気かなと思ってリハビリの先生の人の言うことを聞いてます。やっぱ医者はどうしてももう一回切れた時のことを考えてるんで、最悪のシナリオを想定してるので、だからちょっと期間を長くしてるんですよ。長くってるんです。でもまあリハビリの先生は分かってて、まあ、そう言ってるのも分かるけど、やっぱり感覚を戻す。お前はもうファイターで普通の人間じゃないんだから、そこはもう感覚をしっかり戻してよっていう感じで、まあそっちに重点を置いてますよ。もう本当に足もグラグラもしないし、まあ、すごい良くなってきてるんで、
まあ、ちゃんとリハビリの先生に言うことです。まあそうですね、別に9月できるようならやりたいですけど、別にそこでまだちょっと違和感あるなっていうのでは出ないです。ちゃんと自分の体が完璧だ、いける、快感ぶっ飛ばせるってなってからいきます。はい、まあそうですね、やっぱり同じ、なんだろうな、同じ失敗はしないっていうか、じゃないと、いやただのバカじゃないですか、本当のバカになっちゃうんで、だからしっかり直してやります。そこのバカはちょっと種類が違いますね。鈍感のバカ。そうです。やっぱりみくるくんとかが、すごい盛り上げてくれてるんで、まあ、ありがたいですよね。やっぱ自分がいないときにちゃんと盛り上げてくれれば、愛人も、なんだろう、まあ、人気になっていくじゃないけど、やっぱスターが1人、2人、3人、4人、5人っていた方が絶対盛り上がると思うんで、だからもっともっと、まあ、みくるくんだけじゃなくても、もっともっとスターをなんか出せれば、もっと盛り上がるんじゃないかなとは思いますよ。あの野郎、もう一回俺とやったら負けると思って言いやがったですね。ちょっとそこはしっくりこないですよね。もう俺も UFC ってぶっ飛ばしてやろうかなと思いますけど、ちょっとそれは大臣さん側的にはなので、まあ、ちょっと、まずは大臣のベルトとベラルトをしっかり取ってからなんか考えようかなとは思ってますけど。今ベルトがベルトが空位になってしまって、堀口さんも少しまだ今では時間がかかるので、王座また決定戦だったりなるのかななんて。そうですね。まあ別に予想はあんまないですね。誰が取ろうが俺が取るかでいいよみたいな感じです、ね。まあとりあえずその快君ぶっ飛ばしたいっていうだけです。まあやっぱそうですね。そこをちゃんと本当はできれば快君がベルトを持ってるのか、それを取りに行くのか、そのタイトルマッチを快君にするかがいいんですけど、多分そうも言ってられないので、来シーさん側的に。だからどうなるかまだ分かんないですよね。やっぱ勝負の世界分かんないですから。復帰した時にそうですね。やっぱ状況に応じてやっていくっていうのが、一番なんだろうな、いいのかなと思いますよね。今格闘技の興行がすごいストップしちゃってますけど。だから自分がその時までに膝とか絶好調であれば出ますけど、そこで絶好調じゃないのに出ても何の意味もない、この期間の無駄になるので、しっかり絶好調に持っていきたいなとは思います。鈍感になれですか深く考えたってなるようにしかなんないんで、しっかり治すことを考えたり、こう怪我とか、自分がちょっと落ち込んじゃった時とかは、しっかりメンタルとか治すことを考えて、そこから絶対自分でどうやったら良くなるかっていうのを考えていけば自然と良くなると思うので、状況は良くなっていくと思うので、マイナスに考えないことが一番の良くなる方法かなとは自分は思います。で悪い方にやっぱダメだと思いますね。悪い方に考えたらやっぱりメンタルもやっぱ弱くなるし、全てが悪くなっちゃうんで、人間関係とかもあいつ悪口言ったとかなんか変な風に多分考えちゃうと思うんで、そうじゃなくて全部プラスに受け止めれば全然プラスに回っていくなって。そうですね、やっぱりコロナになってから外出しとかなければよかったとか後悔するんじゃ絶対遅いので、それをしっかり防いで
その後のこと、やっぱりその後何が、例えば格闘技だったらその後しっかり多分みんな欲があるじゃないですか。早く見たいとか、そういう欲が多分爆発すると思うんで、そのコロナが治った時、その時に向けて体を作ったり、会社員の方とかはその時に向けて何かアイディアとかをこう練ってた方が、すごい自分のためになると思う。それがしかもモチベーションになると思うので、プラスにどんどん考えていけばいいんじゃないかなとは自分は思いますね。今ストレス溜まる、外出たいって言って外出てコロナかかって死んじゃうよりは、そのプラスに考えてこの先何が来るかな、先のことを考えた方が自分はいいと思いますね。やっぱ興行なんで、興行ってやっぱやらないとお金も入らないし、興行側からすればやっぱりお金がなくなっちゃうじゃないですか、興行しないと。そっちの気持ちも分かるし、リスク、K1 を取りましたけど、やっぱやるべきじゃないなと思います。無観客にして UFC もやりましたけど、やっぱりそれってどうなんだろうって思います。自分は一ファイターとしてやっぱ盛り上げたいっていうのもあるし、やっぱりその観客から力をもらうこともすごい多いので、っていうかほぼそうなので、だから自分は本当に主催者側には申し訳ないですけど、やっぱりやるべきではないよねっていう答えというか判断になりますね、自分は。難しいですね、やっぱお金が絡んでるんで、興行も。その分、やっぱ払ってるわけじゃないですか。それでゼロってなって赤字じゃないですか。だからそこはすごい難しい問題ですよね。でもやっぱり本当に人間の命とかこの先のことを考えればやっぱりやらない方がいいですよね。なんかね、今ちょうど怪我してる堀口さんの状況と似てるというか近いところもあるのかなと思って、やっぱりそうですね。我慢って思っちゃうとやっぱ我慢ってできないので、これが普通なんだって思うと普通にできます。そうか、これが普通なんだみたいな感じでこうマインドコントロールすれば全然いけます。だからそういう風に考えてるとすごい人生楽しいです。海君に負けたのもそれも格闘技を盛り上げるためのこの段階って考えとけばすごいいいストーリーができたなって感じじゃないですか。そうだからそうやってもプラスにしか考えないっていうだから頭ちょっとおかしいんですよ間違いない。はい、頑張ります。そうですね。すごい今世界中すごい大変な状況ですけど、コロナで。本当に違うところでも言ったんですけど、このやっぱ先のことを考えて、プラスにどんどん考えて、この先コロナが終わったら何が来るか、すごいアイディア、自分の体、格闘が作ったりとか、そういう先のことを考えて、プラスに考えていくと、やっぱいい風にプラスなエネルギーになっていくと思うので、だからマイナス思考にならずに、しっかりプラスにみんな考えていきましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。